ご視聴ありがとうございます。解説担当のずんだもんなのだ。四国メタンよ。今回も前回に引き続きゲームプレイの快適さや利便性、使いやすさを向上させるいわゆるクオリティオブライフ系のモッド特集第2弾なのだ。例えば今までに手かかっていた操作が一手でできるようになる作業の簡略化、ファストトラベルや一括破壊みたいな作業の時短、 UI や UX の改善で情報表示が見やすくなったり、ヒントが表示されるようになったり、 HP バーやステータス、隠し情報の可視化もその一つね。そうした機能が追加改善されることでゲームの快適さがぐんと上がってイライラも減ってプレイ時間がもっと楽しい体験になるのだ。前回に引き続き今回もそういったクオリティオブライフ系のモッドをいくつかピックアップして紹介していくわ。前回も都度注意喚起したけど、クオリティオブライフ系はチートとみなされる場合があるから、サーバーで使用する際はそのサーバーの注意事項をしっかり確認するのだ。ルールを守って楽しみなさい。それでは早速始めるのだ。K6s スポーンチャンクを削除することでワールドの読み込みを高速化するクライアントかサーバーどちらかに必要なモッドよ。モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドは不要よ。主な機能や特徴。スポーンチャンクの削除。スポーンチャンクはワールド生成地点、つまり初めてスポーンした場所にあり常に読み込まれているチャンクよ。そのチャンクを削除してチャンクの読み込みを減らしてくれるわ。実際にはモッドを削除すればスポーンチャンクは復活するから無効化と言っていいのだ。スポーンチャンクを利用したモブファームや自動化装置を使用している場合は使用しない方がいいわね。では実際に読み込み速度の違いを検証してみるのだ。左がモッドなし、右がモッドありなのだ。早いわね。スポーンチャンクの読み込み差って結構あるのだ。かなり短縮されるわね。もちろん各自の PC 性能でさらに差が出たり出なかったりするから参考程度に留めておくといいのだ。たった数秒だけど塵も積もればなのだ。そうね、無駄な時間が減るわね。けれどマイクラプレイしている時間は人生の何なのかしらね。Bridging Mod ブロック設置を便利にしてくれるクライアントサイドモッドよ。モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドは Yet Another Configurable、ファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。自由度の増したブロック設置。クロスヘアカーソルに表示された方向にブロックが設置できるようになるわ。通常の上設置はいいとしてこれが水平設置、統合板のように一つ先の空中に設置できるのだ。そして垂直設置、ブロックの縁にカーソルを合わせると下矢印が出るのだ。その状態でブロックを置くと足元のブロックの下に設置できているわ。そしてその横にブロックを設置してさらにそのブロックの下にブロックを設置してを繰り返すと階段状に設置できて下り階段が楽々できるのだ。これで手に汗握る橋の設置をしなくて済むのだ。エンドでの島渡り時に橋を設置した時は小指がつりそうだったわ。裏面への設置は地下掘り中に大空洞を引き当てた時なんかの安全な下階段作成に役立つのだ。それとダイナミッククロスヘアにも対応しているから嬉しいわね。設定を変更することにより設置位置に仮想枠を表示したり枠の色を変更したりもできるのだ。まあこのモッドを導入したからといって確実な操作をしないと奈落に真っ逆さまなのは変わらないから慎重に行動しなさい。Better Climbing はしごやツタの上り下りがスムーズになるクライアントとサーバー両方に必要なモッドよ。モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドは不要よ。主な機能や特徴。高速昇降。上下の上り下りがバニラより速くなるわ。昇降速度は3秒かけて徐々に増加していくのだ。下を向くことではしごを素早く降りることができるわ。飛び降りた方が早いのだ。キャラクターコントロールに自信のある人は飛び降りるといいわ。その他の機能。ツタなどの登れるブロックを歩いて通過する際に減速しなくなるわ。じゃあ実際にどれくらい速度が変わったのか検証してみるのだ。ずいぶん速いわね。比較するとよくわかるのだ。ツタの中を歩く速度も速くなっているわ。ブランチマイニング上の直下掘りはしご往復の際に有用なモッドなのだ。
水流エレベーター設置するまでのつなぎにもいいわね。おおよそ 2.5 倍は素早く昇降できそうなのだ。Traversable leaves. 葉っぱすり抜けたり登ったりできるモッドよ。モッドローダーは工事に対応。前提モッドは不要よ。主な機能や特徴。葉っぱすり抜け。バニラではすり抜けられない葉っぱブロックをすり抜けられるようになるわ。すり抜け速度はツタ同様に遅くなるのだ。でも設定ファイルを編集すれば速度ペナルティなしにもできるわ。設定ファイルをメモ帳なんかで開いて、そう、ここをちょちょいと変更すればサクサク歩けるようになるのだ。お好みに合わせて変更するといいわ。葉っぱ昇降。ツタ同様に昇降できるようになるわ。これで気の多いバイオームでも移動がかなり楽になるのだ。移動のストレスが下がるのは本当に助かるわ。Leaves be gone. 葉っぱを素早く腐らせるサーバーサイドモッドよ。モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはパズルズリブ、ファブリックにはファブリック API とフォージコンフィグ API ポートが必要よ。主な機能や特徴。木を切ると葉っぱがすぐになくなるのだ。わざわざ根っこ部分から切っていかないでも葉っぱに隣接する部分だけなくせば崩壊が始まるわ。モッド互換性。マインクラフトリーブスタグに登録されているハブロックであれば対応していて、バニラのハブロックを継承していないものでも機能するわ。もちろん設定変更で葉の崩壊速度を変更できて、一瞬で崩壊させたりちょっとゆっくりめにしたりもできるのだ。まあ特に変更する必要性はないから気にしなくていいわ。そしてこのモッドに合わせて次のモッドを導入するのをおすすめするのだ。FTV Ultimate. ブロックをまとめて破壊したりできるようになるクライアントとサーバー両方に必要なモッドよ。モッドローダーはハブリック、フォージ、ネオフォージに対応。前提モッドはアーキテクチュアリー API、FTB ライブラリ、ファブリックにはファブリック API が必要よ。主な機能や特徴。一括破壊。直線 1×1 と 3×3 で4方向に一気に破壊できるのだ。3×3 があまり掘れていないのは最大64ブロック破壊できる設定になっているからなのだ。平面ターゲットブロック周囲 3×3 マス分を破壊できるのだ。もちろん4方向破壊できるのだ。階段下に向かって階段状に破壊するモードは主に地下へと掘り進むのに使用するのだ。ブランチマイニングの際によくお世話になったわ。そしてその逆で上に向かって破壊していくモードもあるのだ。こっちは地下で迷子になった際、地上に脱出するためによく使ったわ。地上の地形を把握していないと海底に通じていたりマグマに突き当たったりすることがあるから注意するのだ。同種同時破壊可能数が低いとこうやって破壊しきれなくて残ったりするのだ。 2×2 の巨木の場合はそうなりがちね。このモードは伐採や鉱脈採掘時に大助かりなのだ。こうやって状況に応じて様々なモードを切り替えて一括破壊を行えるわ。一括除草。広範囲に除草できるわ。草むしりがかなり楽になるのだ。一括工作。草ブロックを一気に耕せるわ。3×3 平面モードでの動作をおすすめするわ。一括収穫。アルティマインキープラス右クリックで一気に収穫できるわ。しかも植え直してくれるのだ。その他もっと細かく知りたければ FTB アルティマイン単体の動画があるからそっちを視聴するといいわ。それでは締めなのだ。この動画が良かった、今後も続きが見たいと思ってくれたそこの素敵なあなた、チャンネル登録と高評価してくれると今後の動画作成の励みになるので嬉しいのだ。それからこの動画で紹介したモッドについてブログ内の記事で日本語化リソースパックの配布を行っているので概要欄のリンクからダウンロードしに来なさい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。なのだ。それでは、よきもの。